いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。創生とは外部の刺激に対して生物が起こす本能的な行動で、刺激の種類やそれに対する行動により様々な種類があり、釣りの対象となる魚類は大きく分けて4つの創生を持っています。これらを理解し、釣り方やポイント選びの参考にしてみましょう。本日の結論です。魚の創生を知れば釣果が変わる。本日の目次です。外部からの刺激に影響される行動。魚の走行性、魚の走流性、魚の走化性、魚の装飾性、創生と釣り。それでは順に見ていきましょう。外部からの刺激に影響される行動。様々な動物が光をはじめとする何らかの刺激に対して本能的に方向性のある反応をすることはよく知られています。こうした性質は創生と呼ばれ、刺激の種類によって分類されます。光によるものは走行性、特定の化学物質によるものは走化性などといった具合です。また創生はその方向性によって正と負に分類されます。例えば走行性の場合、光に向かって移動する場合を正の走行性、逆に光を避ける行動をする場合を負の走行性、もしくは背行性と呼びます。多くの虫が光に誘われて透過に集まる性質を持ちますが、これが正の走行性であり、ミミズやモグラが光を避けようとする性質が負の走行性、背行性の一例です。創生に関する研究は、初めのうちは主に昆虫や鳥類に関して行われました。夜間に明かりに集まる害虫を駆除したり、灯台に衝突する鳥を減らすといった目的で行われることが多かったです。ジャン・アンリ・ファーブルが行ったガノフェロモンに関する研究は、相化性を調べたものとして有名です。近年では人間の生活によって夜間に発生する光が野生動物に与える影響などについても研究が進んでいます。魚をはじめとする水生生物も様々な創生を持つことが知られています。馴染み深いものとして、サンマやイワシ、スルメイカなどが夜間、光に集まる走行性です。この性質は漁業の分野でも活用されており、夜の海で航行と集魚灯を照らして漁業を行う漁船を見たことのある方も多いでしょう。釣りにおいても走行性を利用した釣法は数多く見られます。また、ほとんどの魚は流れに対して頭を向けて逆らって泳ぐ走流性を持っています。小学校の理科の実験で、流れのない水槽ではバラバラに泳いでいるメダカが流れを作ると、それに逆らうように泳ぐ姿を観察した記憶があると思います。これら2つのほか、餌に含まれるアミノ酸を察知したり、生まれた川の水に含まれる微量の化学物質を感知する相化性と、岩などの障害物や水草、流れ藻に寄り添う行動を見せる装飾性を加えた4種類の性質が、魚類やイカ、タコ類が持つ創生であると考えられています。魚の走行性。多くの魚が走行性を持っています。正の走行性を持つ代表的な魚は、イワシ、アジ、サバ、サンマなどのプランクトン食性を持つ魚たちで、彼らの餌となるプランクトンが光に集まる性質を持つためだと考えられています。光に対する感度は魚種によって異なり、水槽実験によって調べられたデータによると、マイワシで 0.005 ルクス、ニシンで 0.001 ルクス、カタクチイワシでは 0.0001 ルクスの光に反応することが分かっています。月も星も出ていない闇夜の海面の明るさが 0.003 ルクス程度であることを考えると、かなり感度の良い視覚を持っていると言えるでしょう。反対に負の走行性を持っているのが、ナマズやウナギなどの夜行性の魚や深海に住む魚です。彼らは光の少ない夜間には活発に活動するものの、日が昇ってくると日光を避けて物陰や深海に潜むようになります。
魚の持つ走行性は漁業の分野において利用されていて、強い光で魚群をコントロールしてサンマやマイワシなどを漁獲する棒受け網やイカ釣り漁などが代表的です。魚の持つ正の走行性を利用した漁具が集魚灯ですが、集魚効果の高い灯火の色は青色または青緑であると言われています。これは多くの魚の目が青または青緑色に対して感度が良いことと、水中で最も透過しやすい色だからです。さらに魚類の多くは人間には感知できない波長の紫外線を見る能力があることが知られており、紫外線に対して何らかの創生を見せている可能性もあります。魚の総流性。魚には流れに逆らって泳ぐ習性があります。同様、メダカの学校にも謳われるこの行動は、ほとんどの魚に備わっている性質であり、生まれたばかりの稚魚が自力で泳ぎ出すようになる頃には、すでに備わっているものと考えられています。魚が性の総流性を持つ理由としては、まず第一に、上流から流れてくる餌を効率よく捕食するためだと考えられます。渓流で流下してくる昆虫を待ち構えるイワナやヤマメをイメージすると分かりやすいです。次にエラ呼吸を助けるという目的があります。多くの魚は筋肉によってエラ蓋を動かしてエラに新鮮な水流を当てることによって呼吸をしていますが、水流に対して頭を向けた状態で体を保持することによって水流をエラに通し呼吸を助けているのです。魚が流れに逆らって泳ぐ総流性は主に側線器官によって水流を感知することによって行われていると考えられますが、群れをなして泳ぐ魚の場合、仲間が泳ぐことによって発生する水流をも感知していると言われます。また、視覚に頼っているケースも多く、メダカの実験では水流の水槽を暗闇の中に置くと流れに押されてしまいます。とはいえ、魚の群れが一糸乱れぬ動きを取れる背景には、高度な側線感覚と総流性が関与していることは間違いありません。魚の相化性。特定の化学物質による創生を相化性と言います。魚類は口の中だけでなく全身に分布する味蕾によってアミノ酸など餌に含まれる化学物質を察知することができ、多くの魚は特に餌に含まれる化学物質に対して敏感に反応します。魚が反応するアミノ酸はグルタミン、アラニン、アルギニン、グリシン、ヒスチジン、グルタミン酸、リジン、プロリン、タウリンなど多種にわたり魚種によって強く反応するアミノ酸の種類が決まっています。それぞれの魚がよく捕食している餌に多く含まれるアミノ酸に強く反応するのです。化学物質に対する魚類の感覚は非常に鋭く、特に嗅覚が優れているナマズやウナギは10のマイナス8乗から10のマイナス9乗というごく薄い濃度のアミノ酸を感知できると言われます。これは競技用の50メートルプール、長さ50メートル、幅25メートル、深さ2メートル、水量2500トンにわずか3グラム余りのアミノ酸を溶かした濃度になります。一般に澄んだ水に生息し、視覚に頼って餌を追う魚種よりも濁った水中に生息する淡水魚や沿岸魚の方がより強い相化性を持つ傾向にあります。重要な例としては、鮭の母船回帰に関する相化性があります。鮭は海に降りて数千キロメートルの旅をした後に生まれた川に正確に戻ってくることが知られていますが、相化性がこの行動に関与しています。鮭は味蕾によって河川ごとに異なる微量の化学物質を覚えていて、その物質を頼りに生まれた川を特定するのです。近年では鮭は複数の感覚を使い分けながら生まれた川を探すという説が有力ではありますが、こうした行動にも相化性が関与しているのです。一方、負の相化性の例として警告物質が存在するという説があります。傷ついた魚の血液や体液が周囲の仲間に対して危険信号となるというのです。例えば、餌取りの小魚が群がっているところに、釣られるなどして外傷を負った小魚を投げ入れると、
途端に反応がなくなるというのです。ただし、この警告物質の存在については、研究者の間でも議論が分かれているようです。魚の草食性。草食性は、自らの体を水底や障害物、海藻、水草などに触れさせる性質です。ヒラメ、カレー類やハゼの仲間は強い性の草食性を持ち、生活のうちほとんどの時間を海底や障害物に接触した状態で過ごします。また、夜間に砂に潜って眠るベラや海藻に挟まって眠るカワハギ、幼魚期にのみ漂流する流れ藻の下につくブリやイシダイのように特定の状態の時に強い草食性を示す魚類もいます。沿岸に生息する魚の多くは大なり小なり性の草食性を持っていて、例えば岩を一つだけ入れた水槽に魚を一匹放すと、ほとんどの魚は岩にぴったりと寄り添ってじっとするようになります。外敵から身を守ったり、餌となる生物が集まりやすかったりと、何らかのメリットがあって、こうした行動をとるものと考えられます。魚類の草食性は漁業や釣りにも応用されていて、大きなところでは人工魚礁や船を沈めた魚礁が挙げられます。小さなものでは小枝を束ねたものを沈めてウナギやハゼ類などを取る節付け漁法や、餌を用いないカゴ漁なども沿岸魚類が障害物に寄りつく性質を利用したものといえます。もう一つの魚礁として外洋に設置してマグロ、カツオ類やシイラを集めるのに用いられる浮き魚礁、パヤオがあります。浮き魚礁は海底から伸びたロープにブイをつけた簡単な構造で、外洋を高速で回遊する回遊魚を一箇所にとどまらせて、広い海域で魚群を探し回ることなしに漁獲することを可能にした画期的な装置です。理由ははっきりしていませんが、草食性に近い何らかの創生が彼らを浮き魚礁の近くにとどまらせるのではないかと考えられています。創生と釣り。魚類の創生について知っておくと、釣りの際に役立つことが多いです。まずは走行性。仕掛けに取り付ける集魚ライトやイカ釣りの船に取り付けられる集魚灯などは、走行性を利用するために使われる典型的なアイテムです。夜釣りが中心となるタチウオ釣りや深海のアコウダイ釣りのように光の少ない環境に生息している魚を狙う場合は、仕掛けに集魚ライトを取り付けると良いと言われています。集魚ライトには様々な色のものがありますが、どの色がどの魚に効果があるのかは解明されていません。しかし、色の種類によって透過性に差があるため、より遠くまで光を行き渡らせたい場合は、青色や緑色のものを選ぶと良いでしょう。日本海では夜間に船から水中へ集魚灯を垂らし、プランクトンや小魚を集めてブリやマダイを狙う、その名も電気釣りと呼ばれる釣り方があり、日中の釣りに比べてはるかに良い釣果を得られるといいます。また、夜の河口部や港湾部でスズキやタチウオを狙う場合に重要なポイントとなるのが、常夜灯の明かりによってできた明暗部です。明かりの下には性の走行性を持つプランクトンやイワシなどの小魚が集まり、どちらかといえば負の走行性を持つスズキなどのフィッシュイーターが周囲の暗がりから獲物を狙うという図式です。ルアー釣りで明暗部の境目を狙えと言われるのは、このような性質を反映したものと言えるでしょう。続いて総流性ですが、渓流など流れのある釣り場で釣りをしている人ならば、無意識のうちに総流性に合わせた釣り方をしているはずです。川を仕切った形の管理釣り場などでは、放流されたニジマスの群れが同じ方向を向いている様子を見ることができますが、遊泳性を持つほぼ全ての魚は流れの方向へ頭を向けます。この行動はエラによる呼吸を助けたり、上流から流れてくる餌を効率よく捕らえるためのものです。そのため、流れのあるポイントで釣りをする場合は、魚がいるであろう地点の上流から餌を流し込むのが基本となります。ただし、反転流が発生しているポイントでは、魚は川の上流ではなく、流れが向かってくる方向に頭を向けています。
また、海底の地形が複雑で、縦方向に反転流が起きているような場所では、見た目の流れの方向と実際の流れの方向が逆になる場合もあります。なお、餌釣りと違い、流れの中の魚をルアーで狙う場合には、魚にとって背なる下流側からルアーを通した方が、ルアーを見切られにくく、ヒット率が高くなる場合もあります。いずれにしても、魚がどちらに頭を向けているかを理解することが大切です。魚の総流性を意識する必要があるのは、川での釣りだけではありません。一見、死水に見える湖や海の中においても、複雑な水の流れがあり、魚たちはその流れに沿って行動している場合が多いのです。この流れは、魚の活性を左右する重要なファクターであり、川での釣りと同様、流れの方向や魚の向きを意識して攻めることで、さらなる超過が期待できます。水の流れはすべての魚の行動や捕食に関係してくるものです。3つ目の相過性ですが、魚の相過性を刺激する代表的な釣り方に、コマセ釣りがあります。エビ巻き釣りや生きイワシを巻き餌としたカツオ釣りなどは、むしろ餌そのものを見せて魚を集める要素が大きいですが、オキアミや網、イワシのミンチなどを使用する一般的なコマセ釣りは、コマセに含まれるアミノ酸などの誘引物質によって対象となる魚を集める釣り方です。特にコマセの代表格といえるオキアミには、ほとんどの稚魚の嗅覚や味覚を刺激するアミノ酸がバランスよく、かつ多量に含まれているため、魚を誘引するのに非常に適しています。また、クロダイやコイ釣りの餌として使われている蚕のさなぎは、魚たちが普段食べている餌ではないものの、魚を刺激するアミノ酸が多量に含まれているため、餌としてあるいは餌の添加物として使われています。近年では釣り餌メーカーによって人工的に魚の好む物質を配合した餌も開発されており、中には本物の餌をしのぐ食いの良さを示すものもあるといいます。今後の研究により、さらに集魚力の高い餌が登場することを期待したいです。最後に草食性についてですが、根魚と呼ばれるカサゴ、ハタ類やヒラメなどは、当然ながら岩礁や海底に接触した状態でいることが多いです。これは性の草食性であり、これらの魚を狙うときは、彼らが身を隠せる場所を狙うのが基本です。渓流魚は石を釣れという釣りの格言がありますが、これはヤマメやイワナなどの渓流魚が大きな石の周囲に定位することを端的に言い表しています。こうした石は身を隠すことができることに加えて、彼らが定位しやすい反転流を作るのです。また、スズキやクロダイ、淡水ではブラックバスなどを狙う際、水底の何らかの変化やストラクチャーと呼ばれる構造物の周囲が高ポイントとなり、何の変化もない開けた場所はポイントとなりにくいです。これも緩やかな草食性によるものと言えます。これは外洋に住むカツオやマグロ類、シイラなどにも共通する性質で、特にシイラは漂流物の付近にとどまる性質が強いため、シイラを釣る際には流木や流れ藻を探すことが先決となります。さらに繁殖期になると特定の障害物などに集まる魚もいます。アオリイカなどのイカ類が産卵期になると産卵床となる海藻の周辺に集まることがよく知られています。これらのように見てみると、釣りにおいて常識とされるようなポイント選びや釣り方の多くが魚が持つ創生に関係したものだということが理解できます。脊椎動物の中では脳の容量も小さく、下等といえる魚類は本能に従って行動することが多いです。今回解説した4種類の創生を理解した上で、水中での魚の行動や習性を想像することがより良い釣果につながるはずです。いかがだったでしょうか。海の中で魚たちはただ漂っているわけではありません。光を追い、流れに逆らい、匂いをたどり、岩に寄り添う。その一つ一つが生きるための選択であり、私たち釣り人にとっては読み解くべきサインなのです。もし魚の創生を感じることができたなら、釣りはただの趣味ではなく、
自然と心を通わせる対話へと変わるでしょう。光の下に群れる小魚を見たとき、川の流れに逆らう魚影を見つけたとき、あるいは岩陰に潜む影を見たとき、その瞬間、魚たちの本能とあなたの直感が静かに重なっていく。水の中の小さな命の動きに心を傾けてみてください。その理解の深さこそが次の一尾へと導く鍵になるのです。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。この動画が良かったら評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。